回のテーマは、海上自衛隊のアクロバット飛行チーム、ホワイトアローズです。自衛隊のアクロバットチームといえば、ブルーインパルスが有名ですが、海上自衛隊にも、ホワイトアローズという公式アクロバットチームがあります。自衛隊で、2つ目の新しいアクロバットチーム、ホワイトアローズについて、徹底解説します。1時間目、ホワイトアローズはどんなチーム？ホワイトアローズは、2018年10月に正式に発足した若いチームで、4機の T5 練習機で編成され、山口県下関市の海上自衛隊小月航空基地に所在しています。ブルーインパルスのような独立した飛行隊ではなく、第201教育航空隊の一部門で、パイロットは教官を兼務しています。小月基地の海上自衛隊航空学生入隊式や、航空ショーでアクロバットを見せるだけでなく、民間のイベントにも出演しますが、すべての科目を見せる本格的なフルショーは小月基地でしかやっておらず、他のイベントでは4機での編隊飛行が中心です。アクロバット飛行は13個の科目を見せるキングパターンと、少し短縮して9個の科目を見せるクイーンパターンの2種類があり、その日の状況で使い分けています。T5 練習機は小型のプロペラ機のため、スピード感や迫力ではジェット機にかないませんが、観客のすぐ近くを低空で飛ぶため、迫ってくるような独特の面白さがあります。海上自衛隊なのになぜ飛行機のアクロバットチームがあるのでしょう。実は海上自衛隊も日本周辺の海を空からパトロールする P1 哨戒機や、遠くの海での遭難者や離島の病人を助ける US2 救難飛行艇など150機以上の固定翼機を持っています。アデン湾の海賊対処など海外でも大活躍で、そのパイロットたちを小月基地で育てています。そこでホワイトアローズの登場です。チームの目的は、教官自身の操縦技量の向上、航空学生の意欲の啓発、そして海上自衛隊航空部隊を知ってもらう広報活動の3つで、優秀なパイロットをたくさん育て、送り出していくため、アクロバット飛行で内外にアピールしているのです。海軍航空部隊は世界中にたくさんありますが、正式なアクロバット飛行チームまで保有した例は少なく、今はホワイトアローズ以外、アメリカ海軍のブルーエンジェルズしかありません。2時間目、パイロットは何人いるの？どんな飛行機？ホワイトアローズのパイロットは第201教育航空隊の教官で、普段は航空学生を育てています。ホワイトアローズは4機の編隊ですが、1機に副操縦士と機長の2人が乗るため、1チームは8人です。本来の教官任務が優先ではありますが、人数は各ポジションとも多めで、面白いことに、時期によっては、その8人チームが2つあり、実質2チームの体制で活動することもあります。メンバーに選ばれると、まずは短期でのアクロバット訓練から始め、編隊飛行に進み、検定を通過して副操縦士となります。さらに進むと機長になります。機長のもっと先には、ホワイトアローズのパイロットを養成する教官の資格もあります。学生教育との兼務なので、あまり時間を取れませんが、各パイロットとも週に1回はアクロバット訓練をしています。1日2回飛ぶブルーインパルスに比べて少ないように感じますが、スイス空軍のパトルイユスイスも超音速戦闘機のチームながら、ほぼ同じ訓練回数で、過去一度しか事故を起こしていないほどの技量を維持しているので、訓練時間が足りないということはないのでしょう。使っている T5 練習機は、海上自衛隊のパイロット候補生が初めて操縦する小型のプロペラ練習機です。チームの専用機ではなく、操縦教育にも使う機体を共有しているので、特別塗装やスモークの発生装置はありません。初級練習機のため、とても安定性が高く、激しいアクロバット飛行は得意ではないので、この飛行機を自由自在に飛ばしてみせることで、航空学生に強烈な印象を与えています。コクピットは、車のように横に2人並んで座るサイドバイサイドという形式です。海上自衛隊の飛行機は、複数の乗員で飛ばす大型機のため、T5 練習機も、大型機と同じサイドバイサイド方式のコクピットを採用しています。この形式のプロペラ練習機を使ったアクロバットチームは、
世界的にとても珍しく、似たチームに SF260 練習機4機を使うベルギー空軍のレッドデビルズがありますが、SF260 はもともと曲撃機としても使えるため、俊敏性はレッドデビルズの方が上です。他にも、デンマーク空軍に MFI17 を4機使うベイビーブルーというチームもありますが、これも少し違う感じがします。3時間目、ホワイトアローズの経歴は？ホワイトアローズの歴史は、1998年に教官の技量向上を目的とした自主活動の技術研究班として始まりました。非公式ながら第201教育航空隊のコールサインであるルーキーフライトやブランエールの名で活動し、小月基地のほか、同じく教育部隊のある鹿屋基地や下総基地でも展示飛行をしていました。2018年に当時の閣僚長の目に留まり、広報効果が高いということで、正式チームに格上げされ、チーム名も部隊内で募集したホワイトアローズとなり、今に至っています。正式チームになったことで一般イベントにも出演するようになり、レッドブルエアレースのアトラクションで一般デビューしています。各国のアクロバットチームでも、自主活動から始まったチームは意外に多く、ブルーインパルスも、元をたどれば、10人のパイロットが始めたことを、後に正式チームにしたものです。現代でも自主活動チームは見られ、マレーシア空軍のスモーキーバンディッツやベルギー空軍のサンダータイガー、南アフリカ空軍のホーク練習機チームや、日本でも陸上自衛隊にヘリコプターのチームがいくつかありますね。いずれも公式ではないので、イベントに合わせて編成されるものですが、ホワイトアローズの前身は安定して活動していたので、正式化は自然な流れだったのかもしれません。4時間目、実際のアクロバットをいくつかご紹介します。きっちりとした編隊のファンブレークや、スムーズな編隊の組み替え、複雑に交差するアローヘッドクロス、低速飛行と高速飛行を比較するアウトストリップ、離散した状態からの空中集合、上昇、旋回、降下を滑らかに連続して行うクローバーリーフターンなど、内容は見た目の派手さを狙ったものよりも、基本軌道をしっかり組み合わせたものが多く、航空学生の模範となるように作られていることがよくわかりますね。その中にも、安定して飛ぼうとする T5 練習機を横転させたり、縦に宙返りさせるなど、教官の技量を余すことなく発揮する科目、さらには急上昇から旋回するバーティカルブルームや、ブルーインパルスより複雑なローリングコンバットピッチ、観客をかすめるスニークパスまで取り入れるなど、確かな操縦技術とエンターテイメント性も考慮した本格的な内容です。海上自衛隊ホワイトアローズ。とても魅力的ですね。見られる機会が増えることを期待します。次回はホワイトアローズのすごいところをもう少し突っ込んで詳しくご紹介します。